福原君への短編音楽と物語の世界。今回のお話は古くからのケルト神話で語り継がれている妖精や魔法についての不思議な物語です。湖の精霊と漁師。ケルト神話ケルピーの水の精霊。異世界の霧深い湖はケルト神話のケルピー、水馬の精霊が潜む場所で、愛歌のような波の音が絶え間なく響き、銀鱗の魚が幻のように泳いでいた。ケルピーは人間を誘惑し、水底に引きずり込む恐ろしい存在として知られる。漁師エリックは貧しさから脱するため、伝説の銀鱗の魚を狙って網を投げた。網に絡まったのは魚ではなく水の精霊だった。精霊は美しい女性の姿をし、青い瞳でエリックを見つめ、私を助けよ、報酬として富を与えよと懇願した。これはケルピーの変身術で人間を騙す典型的な手口だった。エリックは網を解き、精霊を湖に戻した。精霊は感謝し、彼に輝く宝珠を渡した。これで願いが叶うと。エリックは村に戻り、玉を使って金銀を得たが、夜舞に湖の呼び声が聞こえ、体が冷たく重くなった。玉は呪いのもので、ケルピーの自由を奪った代償として、エリックの命を湖に引き寄せたのだ。ケルト神話では、ケルピーは水の守護者であり、触れたものを永遠の囚人とする。ついに嵐の夜、エリックは湖に引き込まれ、ケルピーの仲間として水底の住人となった。湖面には今もケルトの愛歌が響き、漁師たちを戒める。教訓、ケルピーの誘惑に負け、他者の自由を奪えば、自らの枷となり、水の牢獄に落ちる。影の狼と少女。ケルト神話クーシーの妖精の狼。異世界の広大な月夜の平原は、ケルト神話のクーシー、妖精の巨大な狼が徘徊する場所で、歌のような風が草を揺らし、影が生き物のようにうごめいていた。クーシーは死の予兆を告げる存在で、吠え声が聞こえると魂が連れ去られるという。少女メイは村を襲う闇の怪物から逃れ、平原を駆けていた。背後から影の狼が現れ、赤い目で彼女を追った。狼は古の守護者で、お前の心の闇を食らおう。弱き者は生き残れぬ。と奉公した。これはクーシーが人間の魂を試す試練だった。メイは恐怖に怯えながらも祖母から教わったケルト風の歌を口ずさんだ。歌は狼の心を揺らし、狼は立ち止まった。その歌は古き友の調べだ、と狼は言った。メイの心の闇、孤独と喪失を共有し、狼は
味方となった。二人は共に闇の怪物と戦い勝利した。しかしクーシーの牙がメイの心に傷を残し、彼女は永遠に影を恐れる体となった。ケルト神話ではクーシーは守護者でもあり、試練を乗り越えた者に力を与える。メイは狼と共に平原をめぐり、迷える者を導く存在となった。教訓、クーシーの闇と向き合えば味方を得るが、魂の傷も永遠に残る。失われた王冠の伝説、ケルト神話、ヌアダの王権の象徴。異世界の緑豊かな丘陵は、ケルト神話のヌアダ・トゥアハデ・ダナンの王で、銀の腕を持つ神が投じした大地で、ドラムのような地響きが大地を震わせ、古の王国が眠っていた。ヌアダの王冠は王権の象徴で、失うと視力や力を代償に求めるとされる。王子フィンは荒廃した王国を復興するため、失われた王冠を探す旅に出た。丘の奥深く洞窟の入り口で地響きが導き、地下の迷宮にたどり着いた。そこで王冠を見つけ、かぶった瞬間、王国はよみがえった。城壁が立ち上がり、人民が喜びに湧いた。しかし王冠は視力を代償に求め、フィンの目は永遠の闇に覆われた。これはヌアダが戦いで腕を失い、王権を回復した神話の繁栄で、指導者は犠牲を強いられる。彼は盲目の王となり、耳と心で国を治めた。ケルトの音楽を奏でる学士たちを側近とし、音で世界を理解した。やがて王国は繁栄したが、フィンは王冠の重さに耐えきれず、洞窟に戻り、王冠を置いた。新たな王が現れるまで王冠は待つ。ケルト神話では、ヌアダの遺産は永遠の冬至の試練を象徴する。教訓、ヌアダの王権を得る者は失うものを伴い、賢き冬至は視力以上の犠牲を求める。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。